前回のあらすじ、一人ぼっちでの韓国旅行を決意した佐藤は、なんとか日本を離れ、無事韓国に到着。まだ見ぬ味を求めて、まだ見ぬ甘みを求めて、次々と食べ進めていく佐藤。日本語が通じる嬉しさと、日本語が通じない悲しさに挟まれながらも、なんとか1日目を終えていく。さあ、2日目。張り切ってどうぞ。English? Little. 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 Where are you from? Korea. Korean. Is Korea traveling? No. No? Business? Trip. Eh? Trip. Trip? Student? No. I'm 24 years. Oh. Your job? No. Korea is traveling. Yeah. Oh. Not so good? Not Sapyeong. Okay. This 9-4? 9-4 Change? change. 9-6. Okay. Thank you. 中国の方だったんですけど、めちゃくちゃお金をせびられました。教えたから3000ウォン、300円くれみたいな、お金ロストしたって。でもそうですね、ちょっと僕はちょっと優しいところがあるので、つけ込まれないように断りましたけど、でも最後までいい人でした。もしかしたら本当にロストしてたのかもしれない。いやーなんかでも切り替えていきたいと思います。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、佐藤です。ちょっとね、開幕からいろいろあってね、挨拶を遅れましたけども、いろいろありましたが、とりあえずはノクサピョンという駅に向かっております。 YouTube のね視聴者の方で案内してくれるということで、本日はノクサピョン駅で集合ということで、ここノクサピョンです。無事合流できました。普通のねこう旅行者が行くところとかねは駅周辺でいろいろあるんですけども、今回はね現地の人にちょっとディープなところというか、あまり日本人というかね、海外の人が行かないようなところを、案内してもらうという予定でございます。こちらねちょっと見てわかる通り、少しねソウルとか、ミョンドンとはまた違った街並みなんですけども、とにかく坂道がすごいです。ここ、角度を測ったらですね、こちら19度も、坂道がございました。かなり車格はね高い方かと思います。こちらね、もともとね山があったところにいろいろ建物が建っておりますので、もうね改築とか改装とかなかなかできないわけでございます。だからもともとある建物を使ってカフェだったり飲食店が、多かったですね。日本でいう古民家みたいな感じですかね。こちらのお店はカフェタジャギと言いまして、タイプライターという意味のカフェになります。お店に用意されているノートにみんなが好きなことを書き込めるようになっております。国は違えど同じところはあるんだなと感じました。さあ、そしてやってきましたイテウォン。こちらねイテウォンクラスという韓国ドラマでも有名になった場所でございます。当の僕はですね、見ようと思っていましたが、まだ見れていない現状でございます。特段何も見ていないので、何もわからないので、何も興奮もしない感じでした。これからですねビビンバを食べに行きます。道中ね少し夕暮れ時ですごく空が綺麗でした。もう本当にねちょっと映画とかに出てくるような路地裏みたいな電線がもうすぐそこにある感じで、結構ちょっと非日常のね、過ごしました。こちらがねビビンバのお店になります。マンダリンソウルイテウォンというねすごい高級なホテルの地下の方にあるお店になります。これ実はですね上の1から5番おかわり無料でございます。いやずっとね本場のビビンバ食べてみたくてね、ほんとうずうずしてたんで、めちゃくちゃ美味しかったです。これが
なんか専用のコチュジャンみたいなやつがねたくさんかけすぎると辛いよみたいな言われて、少量ずつねこうやったんだけども、めちゃくちゃ美味しくて、で何気ここでね本場のキムチを初体験して、なんだ全然辛くないじゃんと思ったら、このスープめちゃくちゃ辛くて、なんでかなと思ったら、俺青唐辛子をちょっと食べてたみたいで、それは辛いよねっていう話だけどもね。こっちのビビンバは結構もち米ですごく美味しかったですね。食後にデザートまでついて、こちらなんかみかんゼリーとなんか甘酸っぱいちょっとあったかいやつみたいな、わかんないですけども、でもねすごい食後にねなんかさっぱりするというか、なんか胃がこうまたリセットされるような、これ全部合わせて25,000ウォンでしたね。こちら大変満足のいくセットとなってました。ぜひ皆さんも韓国来た際は行ってみてください。本場韓国のクッキー屋さんに向かっております。実は僕YouTube でねチャンククッキーを作る韓国の動画を永遠に見たりとかしてるので、めちゃくちゃクッキー好きなんですよ。なのでねすごく楽しみです。無事クッキーも買いまして、こちら夜のイテウォンになります。だいぶねお昼とはね違った顔をしているというか、結構若者の街っていう感じがしますね。さあそしてねミョンドン通りの方に戻ってきました。はい、お目当てはなんといってもホットドッグですね。もう屋台とかねちょっと好きすぎて全てが魅力的なんですけど、とりあえずね今回ちょっとホットドッグねちょっと結構食べてるんで、まずは食べたいもの第一優先ということでホットドッグ本場のやつ買いましたよ。なんかこっちではね揚げ物とかそういったものが多いから、屋台では紙コップに入れて渡されることがほとんどでしたね。さあ次はどこに向かってるかと申しますと、ソウルミョンドンにね、すごく近い、一番の観光地といっても過言ではないナムサンタワーでございます。ナムサンタワーはですね、ロープウェイで、登りまして、上の方が展望台のようになってて、ソウルとかミョンドンの街並みを一望できるわけでございます。やっぱりねもうこの王道のね観光地かもしれないけども、ここにね行ってね、その街並みとか僕すごい好きなんですよ。夜景とか。だからめちゃくちゃ楽しみだったんですけども、待ってる間ね、そのロープウェイとか待ってる間のもう前後、いろんなところから日本語がすんげー聞こえてくんの。もうほぼね、もう日本のアトラクション待ってる時みたいな、そのぐらいね、すげー日本語聞こえてきて、実家のような安心感がありました。そしてこの夜景です。最高ですね。なんか中にね、自分の願い事みたいなのをね書くボックスみたいなのがあって、でも紙がなかったんですよ。こうやってみんな鶴をね書いてたんですけども、僕はね紙がなかったのでレシートに知らない世界を見に行くと書いて、飛行機で僕なりのもので、書きました。トイレからの景色もすごいのよこれでね。これがね恋人がね、南京錠でね、愛を誓うというツリーが4本ぐらい5本ぐらいありました。めちゃくちゃ誓ってます。めちゃくちゃ愛誓われてます。でこれねナムサンタワーの下のね外から見た景色ですね。いやこれすごいね、感動でしたよ。本当になんかもう日本とかとはまた違ったね、同じ夜景だけどもまた全然違った景色で、ちょっとね私とても感動して、だいぶ長いことここにいました。なんかこうパッと見はさ、もしかしたら日本と似てるのかもしれないけども、川があって、その川のそばに何が栄えてるかとか、ビルがどこに集まってるかとか、ちゃんと見ればね全然違うんですよ。だからねすごく面白かったです、ここは。さあこっからは切り替えてねどんどん食べていきます。まずは駅の中にあったね、もうよくわからないけどもいい匂いがしたもの、うまいんですよねこれが。で朝お世話になったロッテマートさん、はい、こちらでねぜひ買いたいものがあるので、朝に目星をつけたね抹茶ブラウニーでございます。こちらね本当にもうね色からしても本当にもう誘惑です。そしてまだね韓国に来てキンパを食べてないので、コンビニでねキンパを買いました。
でホテルの中にあるレンジでチンして食べてるんですけども、まあうまい時にね少し眉毛が上がる癖があるのかわからないんですけども、私はね、あんに眉毛が上がった時はうまいということだと思っております。僕はね、甘いものも結構食べるんですけども、結構いろんなものを、一緒に口にするので、飲み物とかはね基本的に水を、飲んでおります。水がね結局なんだかんだ最終的に一番何にでも合うということでね、先ほど買ったクッキーもねしっかりと開けていきます。こうやって後でね編集すると自分がその時どんなテンションだったかっていうのをねなんか改めていろいろ考えさせられるところもあるんですけども、日本の新大久保にもねジャンククッキーのお店がね僕がよく行ってるお店あるんですけども、そこはめちゃくちゃ甘いんですよ。でもこっちのクッキーはね甘さというよりかは食感だったりなんか酸味とかいろんなものが合わさって本当に美味しかったですね。特にこのクランベリーがね本当にもう自分でもね飛んじゃうくらい飛んじゃうくらい面白かったじゃないよ、美味しかったです。開けていたらなんか L になってました。こちらのねチョコの、クッキーもですね甘すぎずに中に少しナッツとか入ってたのかな、でちょっとブラック系の、チョコレートで寒気がするぐらい美味しかったですね。これはなんて言うんだろう、コーヒーのやっぱりねお店にあるからかわかんないけども、コーヒーとめちゃくちゃ合うんだろうなっていうのをすごい感じながら、でもこの時も夜ね12時ぐらいだったからさすがにねカフェインは取れないけども本当に美味しかった。水と合う、よく合う。そして念願のねこちらの抹茶ブラウニーでございます。もう色からしてねもう魅惑的、もう誘惑、匂いがいいんですけども、日本にね意外と抹茶のブラウニーってね多分ないと思うんですよ。勝手な偏見だけども、もうねこれも言わずもがな、ね、言わずもがなでございますよ。本当に美味しいんですよ。なんかなんて言うんだろうな、もうごめんよく表現できないけども本当に美味しかった。今回ねリュックサック1個で行ったからスーツケースとか持ってってないんですよ。だからね何にもお土産とか持って帰ってきてないんだけども、次行く時はスーツケースにこれたんまり持って帰ってこようかなって思うぐらい。そしてね申し訳ないけどもね残ってるんですよこちらのね蒸しパンケーキ。いや美味しいんだよね、豆も甘くて美味しいし自然な甘みって感じですげえうまいんだけどもねずっと残っちゃう。でもね昔の俺と違うのはこうやってキンパしょっぱいものを挟むっていうのがね昔の俺にはない。甘いものをね求め続ける俺がねちょっとずつ進化していきます。しょっぱいものを入れることによってさらに甘いものを食べることができるという。そして最後にね風呂上がりにね食べるこのアイス、なんかねこっちのアイスもねなんだろう単調ではないというか、中にまたねすげえねいろいろ層になっててね、とりあえずうまいから食ってみて。いかがだったでしょうか。2日目ね結構怒涛にいろいろ動き回っていろいろ食べ回ったと思います。とにかく歩き回ってるから消費カロリーとかもね普通にその基礎代謝を抜いて1000キロカロリーぐらい、消費してましたなのでね今回食べてる分は、全部、ゼロになっております。おそらくまだまだ私の、食への探求心は、収まりません。ここまで見てくださった皆さんありがとうございました。次が、韓国編ラストパートになりますので、皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまたねー。